皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。地上波のニュース報道においては、ウクライナ情勢細かな点についてはなかなか取り上げてくれません。しかし、日々戦闘が行われ、戦争状態がまだまだ続くことは明らかです。ぜひともその途中経過についても情報を更新していってください。それでは地図を使いながら、ウクライナ情勢について解説していきます。地図は戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領、水色の部分がウクライナ軍が占領しているロシア領です。地図の上に必要な事項を書き加えています。まず全体の戦況なのですが、クルスクに入ったウクライナ軍は特にこれといってロシア軍の本格的な反撃にあっておらず、定着しそうな雰囲気となっています。一方でウクライナ東部戦線、ウクライナ軍は全体としての苦戦が続いています。ただ、状況を少しでも改善しようと、前回の動画で取り上げた南部戦線から引き抜いた一部部隊が到着し、防衛ラインの引き直しを図っています。このような状況に対して、プーチン大統領が発言を行っています。彼の発言曰く、現在東部戦線の戦いは非常に順調であり、この地域全体を制圧することがまずは当面の目標として重要であるとしています。一方でウクライナ軍の行ったクルスクへの越境攻撃に関しては、この作戦は失敗に終わるだろうと話しています。このような評価をしている理由というのは、例えばウクライナの東部戦線において、ロシア軍は主要都市としてバフムト・アウディーイカの2つを陥落させました。一方で、クルスク州に入ったウクライナ軍は、州都クルスクを落としているわけではありません。主だった大都市を落としていない以上、プーチン大統領にしてみれば、ウクライナ軍のクルスクへの越境攻撃というのは大したものではないという評価なのでしょう。次に、ウクライナ軍の遠距離攻撃について新たな情報は入っていません。逆にロシア軍からの遠距離攻撃についてはニュースが連日続きました。まず第一に、大型の突撃ドローンであるシャヘドシリーズについては、今日の報告では60機を撃墜したと報告が上がっています。ロシア軍の使っているこのシャヘドなのですが、一部は設定を間違えたのか、お隣のベラルーシ領へと入り、ベラルーシ空軍が緊急発進してこれを撃墜したという話が出ています。おそらくはベラルーシ領空を通ってウクライナの西部へと向けて放ったのでしょうが、そのことの情報連携がうまく取れていなかったのでしょう。全体としてシャヘドに対する撃墜率は非常に高く、90% 以上記録することも珍しくはありません。しかし、問題などはもはやシャヘドではありません。ロシア軍の使うミサイル攻撃をなかなか防ぐことができず、先日もウクライナ中部におけるミサイル攻撃で50人以上の死者が出るといった被害が出ています。こうしたミサイル攻撃が続いたことにより、ドイツで少し注目できるニュースがありました。それは、現在のドイツのウクライナ支援、今後も本当にするんですかといったような質問が、ショルツ首相に対して行われたのです。ドイツ国内においては、軍事費の増額に関して政治的な闘争の影響もあり、十分な予算確保ができないのではないかといった報道も何度か出ました。こういった背景があり、ウクライナがロシア軍のミサイル攻撃によって多くの死者を出していること、これに対する支援をするかしないか、できるかできないかといったことが改めて注目されているのです。ショルツ首相によれば、予算の確保には苦しんではいるが、今後ともウクライナに対する軍事支援は行い続けると発表。合わせて対空兵器アイリス T についての継続的な増強を行うと発表しました。アピールの仕方が非常に悪く、いまいち評価はされないのですが、ドイツは単独国家としてはウクライナ支援第2位の国です。対空兵器アイリス T の性能は非常に高いと評価されていますから、今後も供与し続けるといった発言が出ることは前向きな意見だと思います。続いてクルスク戦役。この地域における大規模な戦闘といったものは起きていません。しかし、集落単位での戦闘といったものが繰り返されており、他の地域との戦い方とはちょっと違う様相を呈しています。例えば、ウクライナの東部戦線においては、だだっ広い平野において塹壕があり、両軍の砲撃下における戦いといったものが行われているのですが、クルスクにおいては住民の避難したまだまだ傷ついていない住居の中を両軍の兵士、両軍の戦闘車両が手探りで戦い合うような場面が繰り返されています。東部戦線などとはちょっと違う住宅街での戦闘が特徴だと言えるでしょう。占領地域の拡大という意味では、現地司令部を置いたスジャの町、この周辺での制圧地域をじわりと広げています。
その他セア地域の西、セーム川をめぐっての戦いは相変わらず橋を架けたらそれを壊すといったことを繰り返している状況のようです。現在のところ戦車や装甲車といった大型の兵器を渡せるような仮設橋はロシア軍が維持できておらず、かろうじて物資を運べるだけの往来をしているようです。プーチン大統領はウクライナの東部戦線に固執しているので、しばらくはこのままの状況が続きそうです。そして問題の東部戦線、アウディーイカ戦役。ロシア軍の攻勢は現在もなお継続中です。ただ、ロシア軍はかなり無理な進軍をしているとの報告が入っています。ロシア軍が1日あたりに失う戦闘車両、平均すると16両だそうです。戦車、歩兵戦闘車、装甲車類などを合わせた数なのですが、ポクロウシクを目指すロシア軍の攻撃に対してウクライナ軍が迎撃を行い、ここ最近ではこの平均値が大幅に上がっているというのです。一番ロシア軍の被害が大きかった9月1日においては、失った戦闘車両の総数が190まで跳ね上がったということで、かなりの大規模戦闘が発生していたようです。バフムト、アウディウィーカに続いてポクロウシクが落ちるとなれば、ウクライナ軍にとっては大きな痛手となるでしょう。ただし、バフムト、アウディウィーカ、続いてポクロウシクを失うような危機に陥っているからといって、戦争全体が何か終わるわけではありません。というのも、ご覧のように、現在でもなお戦闘が行われているのは、ウクライナの東部戦線を主体としていて、国土全体から言えば一部地域といったような状況なのです。以前の動画の中で少し言いましたが、ウクライナの現地から上がってくる映像を引用した場合において、動画の広告が停止されるといった話をしました。そうした意味でちょっと映像は皆さんにお見せすることはできないのですが、ウクライナの戦場においては確実にドローン兵器の開発が進んでいます。例えばここ最近出てきたドローンとしては、焼夷弾によるロシア軍の塹壕陣地に対する焼き討ち攻撃を行うドローンが登場しました。焼き討ちするこうした攻撃は、例えば日本の場合だとアメリカ軍の B29 の編隊による無差別爆撃、それに伴って多くの人たちが亡くなったといったこともあったので、完全に戦争犯罪兵器ではないかというような印象を持たれる方もおられるでしょう。ただし、これはあくまでも民間人に対して行うから戦争犯罪であって、兵隊同士の戦いにおける焼き討ちというのは、それは戦争犯罪ではありません。ウクライナの東部戦線では、多くの農地だったところが戦場になっています。そして、農地と農地を隔てる場所においては、ちょっとした林が一本筋のように伸びていて、そこが塹壕を掘るような陣地に変えられています。この辺りにいるだろうという当たりをつけて、兵士がいるであろう場所に火を放てば、陣地から飛び出してきた人たちを観測することもできるし、そうでなかったとしても、林を焼き尽くせば、どこにいるか改めて炙り出すことができるというわけです。その他、やっぱり出てきたなと思うのが、ドローンに銃を備え付けて高いところから銃撃をする、そうしたドローンの登場です。爆発物を運んでいって兵士の間近に投げ落とす、もしくは対戦車ミサイルの弾頭部分のドローンと合体させて戦車や装甲車に突っ込んでいくといったやり方をこれまでは行ってきました。もちろんこれ自体はドローンの攻撃兵器としての正当進化なわけですが、一方において相手に突っ込むのであれば使い捨てになってしまいますし、爆発物を持っていくというのも実際には攻撃回数が少ないといった問題があります。銃と銃弾というのはうまく使えば兵士一人一人を狙っていくという意味で驚異的な兵器となります。現在は人間が使う銃をドローンにくっつける形で使用しているので、いかにも未完成だなといった感じの兵器なわけですが、いずれは銃撃することを念頭に置いたドローン、そしてそのことを想定した専用の銃器といったものが開発され、戦場の空で小型ドローンが飛び回る日が来るでしょう。一方で、そうしたドローンを専用に撃ち落とすためのまた対策ドローンといったものの開発も進んでいます。例えば、網をかぶせてしまってプロペラ部分を完全に封じて墜落させるであったり、相手方のドローンを落とすための爆発物を乗せた軽量小型のドローンを使うであったりとか、ウクライナの戦場においては、両軍が知恵を絞って様々な兵器が生まれ、実際に戦闘で使われて改良がされ続けています。日本においても自衛隊の防衛予算増額に伴って兵器開発にも予算が割り振られて、ドローンについても積極的にこれを研究、導入しようという動きが始まりました。
これまでも少ない予算の中でやりくりして導入は進めていたのですが、これからはより本格的な導入を考えなければならないでしょう。日本の場合だと、ウクライナ情勢で見るような地上戦といったものを念頭としたドローンの大量使用といったものはなかなか想定しづらくはあるのですが、しかし一旦どこそこの軍が上陸したとなれば、その後の地上戦においてはやはりドローンは非常に重要な戦力となります。相手方だけしっかりとドローンがあって、一方で自衛隊の方だけ質も数も全く足りないようなことになれば、兵士の質とはまた別の問題として敵の方が圧倒的に有利になってしまうことは十分あり得るわけです。従来の戦闘においてはどうしても兵士の質といったものが重要視されていたわけですが、これからの時代はその兵士が使っている道具によって戦況が大きく左右されるといったことを考えなければなりません。まだまだドローンというのは別に主力兵器ではありませんが、日々兵士の命を奪っている日常的な兵器としての進化が続いています。こうしたドローン兵器の開発状況、そして実戦データといったものを得るためにも、日本はウクライナ側について情報がもらえるような軍事支援を行うべきでしょう。そして日本にはウクライナにもないような技術があります。それがドローンを落とすためのレーザー兵器技術です。現在でも三菱重工はレーザー兵器の開発を行っており、小型ドローンを撃ち落とす程度であればもう実用化しています。しかし、もっと威力を上げる、もっと安く作る、もっと量産性を上げる、様々な面で開発は続けていかなければなりません。日本の場合だとこれまで防衛予算といったものが不十分であったことから、兵器のバージョンアップについてはほとんどなされないといった問題を抱えていました。しかし、戦争が続けばそれに伴って軍事技術はどんどんと進んでいくわけで、それに応じた兵器のバージョンアップといったものを進めるようなことも行わなければなりません。それは決して机上の空論に基づく兵器開発ではなく、実際の戦場で何が行われているのか、どのような技術開発競争が行われているのか、生のデータといったものを用いる必要があります。経済人道支援では政府間の間における感謝の言葉をもらえるでしょう。しかし、日本の国益にかなうような軍事情報を得るためには、日本もまた軍事支援をすることの大事さといったものをもっと議論すべきだと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。